みんなおかえり、二宮梢です。今日最高気温20度、最低気温13度を想定した大人カジュアル1週間コーデをやっていきたいと思います。随分涼しくなってきた今日この頃、朝晩はすでに寒っていう日もほんと多くなってきたよね。昼間はちょうど過ごしやすい気温でも帰る頃には寒っていう日も多いのでは。そんな気温差にも負けない1週間コーデ、早速いってみましょう。週の初め、いきなり憂鬱になっていませんか？月曜、先日の購入品動画で紹介したばかりのこちら、ビムガゼットのインブラウンドジェミニーのショートカウチにユアーズのキルティングフレアスカートを合わせてみました。20度を超えているとまだまだこの手の厚手のニットは汗ばんだ時の感覚が嫌なので躊躇しちゃいますが、インナーを半袖か薄手のロンティーに抑えればちょうどいい。ただ暑いか寒いかの基準って個人差があると思うんですよね。ちなみに私は超暑がりで超寒がりなタイプ、一番わがままな気温感覚の持ち主と覚えて書いていただければ幸いです。カウチンの着丈袖丈がかなり短めなので、小柄さんにはバランスの取り方がなかなか難しい下半身にボリュームの出るボトムスでもバランス感は問題なし。ユアーズのフレアスカートは以前の動画でもご紹介していますので、ぜひこちらもチェックしていただければと思いますが、キルティング素材になっているので割と保温性はあります。ただ真冬まで履きたい時はやっぱりスカートだとスースー感が気になるという方もいらっしゃいますよね。よくこの〇〇は真冬に着て暑くないですか、寒くないですかってご質問いただくことがあるんですが、暑い寒いっていうのは感じ方に個人差があるので非常に答えづらいんですよね。ただ一つ確実に言えるのは、フレアの巻き下丈スカートって足のラインが一切出ませんよね。ってことはね、中にタイツを仕込もうが表側に影響が出ないってことなんです。そういった意味でも真冬にも最強ボトムスと言えるんじゃないでしょうか。でもね、そう答えると今度ご質問いただくのは、静電気すごくない？わかります。わかりますよ。すごくよくわかる。もうね、このぐらいの季節になってきたら一つはこういうのを持っておきましょう。じゃねー、静電気防止スプレー。私はこちら、ライオンから出ているエレガードを使っていますが、ぶっちゃけメーカーにはこだわりはありません。ドラッグストアで売ってるものや、もしご愛用のものがあれば、それをささーっと摩擦が気になる部分にスプレーしておくだけでだいぶ違います。今回のスカートの中にタイツを仕込みたい場合は、スカートの内側にやっておくといいです。秋冬には欠かせないグッズですので、一つお持ちいただくと便利ですよ。今日はちょっとお出かけしちゃうかしら。火曜日、1年を通して活躍のシーンが多いデニムジャケットをアウターではなくトップス扱いに見立てた上下デニムコーデにしてみました。上下のデニムは別々のものですが、色落ち具合や色味をある程度合うように手持ちのものを組み合わせてみました。そしてそのつなぎ、まとめてなってくれるアイテムとしてアウターにニットカーディガンを投入。もちろんデニムジャケットの中に着るもので温度調節もできますし、上下デニムだけのコーデだと上級者すぎてなかなか難しい合わせ方ですが、こんな風に少しゆったりなオーバーサイズカーディガンをアウターに持ってくるだけで、実はだいぶハードル下げられるんですよね。もちろんニットのカーディガンは何でもお好きなカラーで合わせられると思います。例えばブラックであればもっとかっこよく引き締まった印象になるし、ネイビーなら上品さをプラスできて、ベージュ系なら女性らしい柔らかさも追加できますよね。もちろん派手色を持ってきても OK。 アウターに持ってくるカラーの印象に合わせながら、そしてニットのボリューム、丈感でバランスも変わってきますので、そのあたりはアクセサリーやシューズでボリュームの足し算引き算をしていけば OK。 私は今回ロングのパールネックレスを二重にしてつけてみましたが、いかがでしょう。週の真ん中はカラーもので元気に乗り切ります。水曜日、主役は今シーズン購入したジャーナルスタンダードレサージュのツイードジャケット。こちらも先日の動画でご紹介済みです。インナーにはもう長らく愛用しているフラージュのグレーのリブカットソー。袖がかなり長めなので、ジャケットから覗かせて着るのが今の気分です。ボトムスにはこちらも何年も愛用している心臓のチノパン。そしてシューズはコンバースのローカットを合わせています。気楽に着られるカジュアルスタイルなんだけど、このままちょっとしたお出かけも OK なきちんと感も出せるから、やっぱりトレンドに限らずツイートジャケットは使えます。首元には先ほどと同じくパールネックレスを合わせていますが、ロングタイプではなく首周りに沿う長さの一連のものにチェンジしています。ジャケットの金ボタンを含めた華やかな色合いが主役になってくれますので、アクセサリーもその他のアイテムもシンプルで十分。やりすぎないバランスを保つこともトレンドのものを上手に着こなす秘訣かなと思います。
平日の終わりも見えてまいりました。木曜日、大好きなブラックコーデでここらでちょっと気合い入れ直し。インナーは去年ザラで購入したタートルネックに、こちらは今季プラウジで購入したチュニックを合わせました。このチュニックは一目惚れアイテム。とっても上質な老舗生地メーカーの生地を使用しているんですが、袖口、裾がカットオフ仕様になっていたり、今年っぽい大きく開いた V ネックが抜け感を作ってくれる大人のためのチュニックです。インナーにホワイトを持ってきてコントラストの強いモノトーンコーデに仕上げるのもいいんですが、あえてチュニックと同じブラックカラーのインナーを合わせてあげることで、より大人の表情を作ってくれるスタイリング。ボトムスはぶっちゃけ何でも合います。クシュクシュソックスにパンプスでもありだし、ロングブーツでも OK。 パンツと合わせるにしても、裾絞りのトラック系パンツと合わせてあげてもクールな装いになりますよね。私は今日はセンタープレスの入ったストレートシルエットのブルーデニムと合わせてみました。足元は先シーズンのミッシェル・ビビアン。上品なシルエットなのにウッドで作られたヒールが遊び心を演出してくれます。もちろんすでに素足は寒いっていう場合はソックスを合わせてあげても OK。 お付けコートを合わせたりして外すのもありだし、少し肌寒いぐらいならこんな風にニットストールを肩掛けするぐらいでも OK。 ストールもコートも今季ユニクロ U で購入したアイテム。さよなら平日、またね平日金曜日、高なる週末への期待をぐっとこらえて、週の最後はシックにかっこよくまとめましょう。ということで選んだカラーはネイビー。トップスには今季ユニクロで購入したエクストラファインメリノリブモックネックセーターのネイビーを着ています。ボトムスには先日の動画でご紹介済みのユアーズのミラノリブスリットニットスカートのネイビー。スリットを前にして着ています。アウターに合わせたのはリアムの MA1 ブルゾン。こちらも今季購入のものです。そしてスリットからチラ見えするブーツは去年からの私の定番アイテムになりました。ネブローニのロングブーツです。上下ともにニットアイテムなので伸縮性については説明不要ですね。カラーをブラックではなく、あえてネイビーをベースにプラスしたのはキャメルカラーだけ。品の良さを重視する方にはおすすめの組み合わせです。ただほんの少し遊びを入れたい欲が出てきてしまう二宮は、ここにターコイズブルーを合わせます。とはいえやりすぎ注意です。リング1点と短めの一連のネックレス、これだけで十分。いや、もっと控えめにまとめたい方はリングがなくてもいいかもしれませんね。あとはオールドグッチの大ぶりイヤリングで耳元に存在感を足してみました。私たち40代以上って黙ってても貫禄が出てきてしまうお年頃です。だからこそきらびやかでゴージャスなゴールドジュエリーよりもカジュアルで軽やかなシルバーアクセが生きてくるシーンって実は多くなってくるんです。二宮非常に実感しております。いよいよやってきました、週末土曜日。週末のワクワク感はあるけど、絶対平日よりやらなきゃいけないことが多いのよね。そんな土曜日は汚しても洗いやすいスウェットを手に取ることが多い二宮です。このスウェットは先日大阪で購入した古着。ボトムスは夏に購入したアッパーハイツのブラックデニムのスカートを合わせました。スウェットでなおかつ元気カラーを持ってくる場合、普通のデニムを履いてしまうと、ただただそこにあるものを手に取ってきましたって感じになっちゃうのが悲しい。おしゃれ具合を表現するのってちょっとの差でだいぶ変わっちゃうのが難しいよね。もちろん私も家の中や地元をうろうろするぐらいだったらそれで良しとする日の方が圧倒的。でも午後からちょっと家族で出かけちゃうなんてことの多い週末はアクティブな印象は残しつつ、なおかつちゃんとおしゃれ要素も忘れたくないということで、同じデニムでもスカートにして、なおかつシルエットも女性らしいアイラインのものに、そしてカジュアルなイメージが強くなるブルーデニムよりもブラックデニムを選ぶことでバランスを取ります。家族でお出かけするときは車が多いので、アウターはスウェットに重ねるなら割と薄手のもので十分ということで、こちらも今季購入したレミレリーフの MA1 ブルゾンを羽織りました。さあさん、大変長らくお待たせいたしました。日曜日もやっぱり楽ちんコーデが基本です。バックスタイルにナンバリングの入ったマディソンブルーのボーダートップスに、ボトムスはユニクロのスマートアンクルパンツを合わせました。そしてここにアウターを合わせるなら、私にはちょっと珍しく柄オン柄でいきたいと思います。こちらも先日大阪滞在中にジャムアメリカ村店で購入したミリタリージャケット。ボーダーと迷彩って柄だけで見
てしまうと全く別物同士なのに、どちらも歴史的に軍物としての背景がある者同士だからなのか、揺るがない信頼感があって時代を選びません。迷彩柄は時に強さが前面に出過ぎてしまうので、それを抑えながら調和させる意味で、私はあえてブラックとホワイトのコントラストの強いボーダーを選ばず、清涼感をプラスしてくれるブルーとホワイトのボーダーにすることが多いです。パンツは今回ブラックを合わせましたが、ここにネイビーを持ってくることでさらに印象を和らげることもできます。この辺りはお好みで、足元はブラックのローファーかブラウンのローファーか迷ったんですが、ブラウンにすることで抜け感が出るの分かりますか？ブラックももちろん悪くはないので、ここはお好みですが、抜け感がありつつ大人の品の良さもプラスしてくれますので必見です。もっと大人のルクス感を足したいのであれば、バッグなどをハイブランドのものにするなどで格上げしてあげれば OK です。ということで今日は私がリアルタイムに今の時期に着たい秋の1週間コーデをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。そもそも気温については地域差などもありますし、体感的には個人差がとても大きいところなので、これで寒くないの？暑くないこれ？とか思うところはそれぞれあると思うんです。一つのヒントとして私のスタイリングが皆さんのインスピレーションになれたら嬉しいです。重ね着も楽しい季節になってきましたので、気温差に負けず一緒におしゃれを楽しみましょうね。それでは皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。南野梢がお送りしました。